こんにちは、ウォッチミックスです。今回は京都初のマイクロブランドクオ様とコラボさせていただき、表参道店オープン記念の限定モデルソンブレロを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このクオという時計ブランドはクラシックウォッチの魅力を京都から世界へというそのコンセプトで2020年に設立されて、現在は日本国内だけではなくて海外の時計ファンからも大注目されている、そんなマイクロブランドになります。個人的にも大好きな時計ブランドです。今回は特別に漆塗りの限定ソンブレロをお借りすることができたので、デザインやディティールだけではなくて着用感や着用イメージ写真合わせてご紹介していきます。以前からこのソンブレロが気になってたっていう方だけではなくて、今特別感のあるクラシカルダイバーズを探してるっていう方もぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみたその第一印象なんですけど、それは神秘的なひび割れ模様に一期一会な魅力感じるって、そんな印象でした。このモデルは文字盤に漆が使われてるんですけど、その塗られた漆が乾く限られた時間に天然のタンパク質を塗って漆と反応させて自然なひび割れ模様を作り出しているそうです。なのでその文字盤にあるひび割れっていうのは偶然に現れるその模様になるので、神秘的なイメージ伝えてくるんでしょうね。自分が手にしたその腕時計っていうのは世界に同じものは一つもなくて、偶然に巡り合った唯一無二な腕時計、それもこの限定ソンブレロの魅力なんでしょうね。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしている限定ソンブレロには黒文字盤のひびと、それと赤文字盤のハケ、この2モデルがあって、それぞれ限定200本となっています。私は今回一期一会なその魅力を感じた黒文字盤のひびお借りすることにしました。ランダムに走るそのひび割れに光がわずかに反射して、見る角度によって表情を変えていくんですよね。その表情には何年もかけて作られたヴィンテージウォッチの味わい感じさせてくれます。想像以上に良かったですね。個人的にはこのひび割れ模様がなんとなく漆黒の空に現れた雷、そんな風にも見えて、めちゃくちゃ神秘的に感じました。決して派手に見えるっていうことはないんですけど、このひび文字盤の不思議な感じ、一瞬で刺さる方多いんじゃないでしょうか。そして自分身は上品な印象のバトン針、ダイバーズウォッチに上品なバトン針、この合わせ方も素敵ですね。インデックスは12時、3時、6時、9時がアラビア数字になっていて、時刻もとても見やすくて実用性抜群でした。それにヴィンテージカラーの蓄光が時計全体の雰囲気とマッチして、それも良かったですね。そしてこのモデルはリューズが2つあるスーパーコンプレッサータイプのケースになっていて、ダイバーズウォッチのその堅牢さに古めかしさうまくミックスされているのもいいところですね。多分あまり時計に詳しくない方がパッと見た時にリューズが2つあってあれみたいな、そんなところもちょっと面白いですよね。またナイテンリングのマーカーにはほんの少し柔らかなフォントになっていたりと、このソンブレロダイバーズスタイルの腕時計には違いないんですけど、どこか肩の力を抜いたそんなリラックスした感じがあって、いい意味でダイバーズらしくないのもすごく良かった。つけていて心地の良さ感じさせますね。そしてメタルブレスもすごく良かったです。デザインは中駒が大きめの3列のメタルブレス、駒のピッチがすごく狭くなっていて腕にスッと沿ってくれる。だから時計の重さをうまく分散してくれるので着用感良好でした。さらに嬉しいのはバックルにマイクロアジャスト機構ついていて、夕方腕がむくむっていう時もさっとその場で調整できる。これ最高ですね。いや、大人世代には嬉しいです。時計全体の印象については現代的なんだけど古めかしい、そんな印象。ディティールだけ見ていくとクラシカルテイストを持ったそのダイバーズスタイルの腕時計なんですけど、キリッとしたエッジ感のあるフォルムだったり上品な光沢感が合わさっていて、パッと見た印象では現代的都会的なそんな感じ伝えてきますね。でもこの古くなってクラックの入ったようなこのひび割れの文字盤、
それがちらっと目に入った時には、もう何十年も愛用しているヴィンテージウォッチ、古くて懐かしい、そんな印象を伝えてくるのも魅力的でした。この感じ好きな方多いんじゃないでしょうか。デザインがうまいというか、センスの良さ感じました。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは機械式、自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、ミオタの9039ムーブメント搭載となっています。このムーブメントがいいのは、28800振動、いわゆる8振動の高精度なムーブメントになっているところ。人からはどんな機械が入っているかなんてわからないところなんだけど、やっぱりいい時計を買ったなっていうその所有する満足度を上げてくれるところになりますよね。そして横幅、小ぶりな 38mm となっています。ダイバーズスタイルの腕時計なんですが、やや小ぶりなこのサイズになっていることによって腕に収まりが良くて、綺麗めな感じで楽しめましたね。いや、良かったですね。そしてガラスはサファイアガラスとなっています。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、普段使いしていてまず傷が入ることがないので、安心して使えるのがいいところ。そして防水は20気圧防水となっています。20気圧防水は時計本体を水の中にザブザブつけてしまっても大丈夫なぐらい頼もしい防水スペックとなっているので、普段の汗雨っていうのはもちろんなんですが、キャンプに行ったりバーベキューに行ったりアクティブなシーンでも水に関しては安心して使っていただけるようになっています。ここ嬉しいですよね。スペックについては高精度の8振動メカニカルムーブメント搭載。これはやっぱり所有する満足度を高めてくれるところですね。そして安心のサファイアガラスに20気圧防水と、普段使いしていてまず不満出ることないと思います。それにダイバーズスタイルの腕時計なんですが、横幅 38mm と絶妙なサイズで品よく見せてくれるのがいいですね。今の時代ビジネスシーンでこのソンブレロ楽しむのもありだと思います。ただ残念なところは限定モデルっていうことで、買い逃す人やっぱりね悔しい思いするかもしれないですね。今回のこの限定ソンブレロ、ブラック、レッドそれぞれ200本となっているので、気になる方はちょっとね早めに動いた方がいいと思います。今回はお借りできる期間少し短くなっていたので、着用イメージ写真少しだけなんですが撮ってみました。コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。クラシカルなダイバーズスタイルの腕時計なんですが、キリッとした上質なフォルムっていうこともあってスマートな感じに楽しめました。いや良かったですね。きれいめなジャケパンスタイルに合わせても良かったし、ラフなライダーズに合わせてもかっこよく楽しめました。ひび模様に関しては窓際とか明るいところだとよく見えるんですけど、屋内だと普通の黒文字盤な感じに見えて、写真で見るよりかは控えめな印象、決して派手に見えるっていうことはないと思います。漆のツヤ感とひび割れ模様、そのコントラストがとても神秘的で素敵でした。今回はクオ様とコラボさせていただき、限定モデル漆ダイヤルのソンブレロを時計マニアな目線で徹底レビューしてきました。その場の光加減で何気なく見え隠れするそのひび模様、その自然にできた模様に不思議な魅力ありましたね。ただ時計全体で見てみると都会的、現代的、そんなイメージにもなっていて、今のビジネスシーンでも楽しめる上品なスタイルに仕上げてあるのが、いやとてもうまいと感じました。限定モデルってこともあって、その特別感を楽しめるのもいいところだと思うんですが、やはり限定本数少ないので、気になった方お早めに公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、
よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。